こんにちは。久しぶりにいい天気になりました。ここ4、5日ずっと雨降りが続いておりまして、うち2日間はかなり激しい雨も降ったんですけどね。で今回なんですけども、ちょっと残念なことが起きてしまいまして、我が家のハエトリソウがですね、病気になってしまったんですよね。特にこの4、8のハエトリソウは症状がひどいので、もう別にしてあるんですけども、本当はね、元気なハエトリソウの姿を皆さんに見ていただきたいんですけども、こういったのを見ていただくのも、参考にしていただけるんじゃないのかなということで、今回はですね、ちょっと病気のハエトリソウを皆さんに見ていただきながら、いろいろとお話しさせていただきたいなと思っておりますので、どうかよろしくお願いします。でこのハエトリソウの病気の原因なんですけども、いろいろとあるとは思うんですが、糸状菌、カビですねが原因で起きることが多いので、特に梅雨時期は気をつけましょうということで、梅雨入りする前にですね、念のため健康な株でも、ダコニールなどの殺菌剤を散布しておくと、安心ですっていうお話をですね、私も、以前しております。なので、私自身も、梅雨入り前にですね、殺菌消毒しまして、またそこから1週間2週間間を空けてまた数回、していたんですけどね、残念ながらこのような結果になってしまいました。で、病気の症状なんですけども、これはですね、もうだいぶ、症状が進行しておりますんで、もうパッと見病気だなっていう感じなんですけども、初期段階の時はですね、この捕虫葉の一部だったり、また葉片の一部がこう黒く点のように枯れてくるんですよね。ただ病気じゃなくてもそのような症状が起きることもありますので、なかなか見極めが難しいんですけども、見極めポイントの一つとして、このようにですね、新しく出てきた芽の包虫葉になる部分ですね、この先の部分が黒く枯れてますよね。こういうのばかり出たら、私は病気っていうふうに判断しております。このハエトリソウも何度か薬剤散布したんですけども、今一番新しく出てきているこの真ん中の芽だったり、向こう側のものはそういった症状が出てないんで、これから先どうなるか分かんないですけども、これが、綺麗な捕虫葉になってくれれば、一応薬が効いてきたんだなっていうふうに私は判断しますね。他にもですね、症状としては、こういったのはですね、例えば外角の硬い昆虫を捕まえたり、大きな昆虫を捕まえたりして、消化不良を起こした時も、こんな感じに枯れてくる場合があるんで、これはちょっと病気っていうよりはその消化不良が原因だと思いますね。実際に虫も取っているみたいですしね。で、これはね、もう病気っていう感じの枯れ方ですよね。こんな感じ、このようになっていたらちょっと病気を疑った方がいいですね。こちらブリストルトゥースという変異種なんですけども、2週間ぐらい前に変異種を紹介した動画をアップしたんですけども、その時はたくさん捕虫葉をつけてくれてすごく元気だったんですけどね、ちょっと症状が出始めたなと思ったらもう一気でしたね。今は枯れた捕虫葉を全部取ってしまったんで、もう葉柄部分がほとんどですけどね、もう捕虫葉の部分はもう2つ3つぐらいしか残ってませんけども、でこれも、今中心から出てきている新しい芽が、先っぽの部分がですね、黒くなっていないものもあるので、これも順調に、綺麗な捕虫葉になってくれればですね、一応薬が効いてきたかなっていうふうに判断します。でこの薬なんですけども、殺菌剤として有名なダコニールですね、あれは殺菌効果はあるんですけども、治癒の効果はないんですよね。なので初期段階なら大丈夫だと思うんですけども、完全に菌が植物に入り込んでしまった場合は、ダコニールだとその病気自体は治らないので、また治癒効果のある薬を使わないといけません。なので、かなり症状が悪化したものに対してダコニールを散布してもですね、二次感染だったり表面についている菌はですね殺菌することができると思うんですけども、ハエトリソウのもう中にまで入ったものに対しては効果がないんで、そのような
効果のある薬をね使っていただければなと思います。でこの薬剤なんですけども、ホームセンターに行くと、いろんな種類の薬剤が販売されていると思うんですけども、残念ながら食虫植物用っていうのはないんですよね。でこの裏のラベルを見ると野菜の名前であったり、あとは草花の名前であったりがいろいろとこう書かれていると思うんですが、その中に観葉植物っていう項目があれば食虫植物にも問題なく使用できます。で先ほどお話ししたように、病気に関しては殺菌効果だけではなくて治癒効果も両方持っている薬剤を、選ばれるとねいいと思います。それでは他のハエトリソウもちょっと見ていきましょう。残念ながらね、このブリストルトゥースとこの横の赤系のもねちょっと症状が出ちゃってるんですよね。まずはこちらの赤系のなんですけども、ここがですねこんな感じ。これはねおそらくもう病気だと思います。ただこの中心部分に新しく出てきている芽はですね、補虫になる先端の部分が黒いものがないので、薬剤散布で抑え込まれているのかなっていうふうに前向きには、考えているんですけどね。で続いてこちらのブリストルトゥースなんですけども、これもね2週間前の紹介動画の時はめちゃくちゃ元気だったんですけども、ここのですねちょうど間隔網のところですね、このように黒くなっております。こちらのここもですねちょっと黒くなってますよね。で、ここの上の部分ね黒くなっております。これもおそらく病気だと思うんですけども、こちらもこのように補虫になる部分ですね、新しく出てきた芽のところは今のところはそういった黒くなっていたりっていうのがないので、これもおそらく薬が効いてきて抑え込まれているんだろうなっていうふうに前向きにはね考えております。でこの奥のですね真ん中はシャークティース、そして、左側が京都レッド、そして右側がクロスティースなんですけども、これは今のところはそういった症状が出ている補虫用はないですね。で、続いてこちらのハエトリソウなんですけども、これはね本当にどこにもそういった症状が出ていないので、これは本当にね助かったなっていうふうに思うんですけどね。で、以前紹介したですねダブルトラップの方も今このように口を2つともね開けております。1つの傭兵から2つの、トラップがねこのようについています。この大きな蜂のハエトリソウが被害がなかったのは本当に救いだったなっていうふうにね思っております。はい、今回はですね残念ながらちょっと病気になってしまった我が家のハエトリソウたちの様子を見ていただきました。ただこういった動画がですね栽培初心者の方に少しでも参考にしていただけたのなら私は非常に嬉しいです。今後もですね治療を続けて様子を見ていこうと思っております。また、経過などね変化があれば皆さんに見ていただきたいなっていうふうに思っております。私のチャンネルは食虫植物栽培を始められたばかりの方、またこれから始めてみようかなって思っていらっしゃる初心者さん向けの内容になっております。これからもいろいろな食虫植物に関する動画上げていきますので、どうかよろしくお願いします。あと過去の動画にも初心者の方には何かしら参考にしていただけるような動画いくつかあると思いますので、そちらの方もまだご覧になったことのない方はですね是非ご覧になってください。よろしくお願いします。